チーズワールドへようこそ。先日、普段使いの車として新たに前期型の50プリウスを購入しました。僕は50プリウスなら後期型よりも前期型の方がより開発コンセプトを体現している印象があって好きなので、以前から状態のいい中古車を探していたのですが、この度ディーラー系の中古車店でワンオーナーの無事故車、走行距離6559キロというとても状態のいい個体を見つけることができたので、延長保証をつけて即決で購入しました。グレードは装備の充実した A グレードで、内外装ともに傷や使用感が少なく、車内にはまだ少し新車の匂いが残っているという抜群のコンディションなので、大事に乗っていきたいなと思っています。また、50プリウスは賛否両論ある車ですが、個性的なデザインだけでなく、ドライバビリティを含めてたくさんのトピックスがある車なので、そのうちコペンやブレビスのようにオーナーズレビューの動画も作成してみたいなと思っています。さて、気持ち的にはプリウスのカスタムをどんどん楽しんでいきたいところなのですが、さすがに車を買ったばかりなので、今回は手軽なカスタムとして納車時から気になっていた傷だらけのスマートキーをきれいにしてみたいと思います。現状はこのような感じですね。前のオーナーがキーホルダーにつけて他の鍵と一緒に持ち歩いていたのか、だいぶ傷が目立つ状態です。特に透明なパーツのダメージが大きいですね。最初は透明なパーツの傷を耐水ペーパーで慣らしてコンパウンドで磨くことも考えたのですが、他の部分も綺麗とは言えないので、外装を丸ごと交換してリフレッシュすることにしました。ただし新品は高いので、程度のいい中古のスマートキーをヤフオクで探して落札しました。新たに入手したスマートキーはこのような感じです。オークションの写真では細かな傷がわからない場合も多いのですが、透明なパーツも十分綺麗な状態で、これは当たりだったと思いました。それでは早速中身を入れ替えていきます。まずは内蔵されているキーを抜き取ります。これが入れ替わってしまうといざという時に大変なので、ヤフオクで買った方には間違えないようにテープを巻いて、この後処分しておきます。続いて外装を分解します。スマートキーはもともと電池交換のために分解できる構造なので、特に難しいことはないのですが、力加減を知るためにも、一応捨てる方から分解します。続いてもう片方を分解していきます。あとは順に中身を入れ替えていきます。パッキンの状態はどちらも悪くありませんでしたが、せっかくなのでこちらも交換しておきます。外装交換が完了しました。改めて見ると、このスマートキーはなかなか綺麗なデザインですね。傷があるときはいまいちに感じた透明なパーツも奥行き感があって独特な上品さを感じます。ボタンのある側にも気になるような傷はありません。とはいえ、このまま使い続けると傷だらけになるのは間違いないので、今回はこの上にスマートキーを保護するためのシリコンカバーをかぶせたいと思います。せっかく綺麗にした外装は見えなくなりますが、綺麗なまま保てる方が嬉しいという判断です。この形状のスマートキーに対応するカバーはいくつか市販されていますが、今回購入したのは土屋ヤックのものになります。それにしてもプリウスは
アクセサリーがたくさん売られていて、見ているだけでも楽しくなってきますね。コペンにもアクセサリーはありますが、全然数が違うので、やはり台数が売れている車はパーツメーカーの力の入れようが違うなと感じます。中身はとてもシンプルですね。今回はカーボン柄のものを選んでみました。ボタンのある方はあまり雰囲気が変わらないのですが、反対側は楕円形の穴からトヨタマークが見える形状になっています。取り付けは端からキーを入れていくだけなので、特に難しいことはありません。適度な厚みがあり、フィット感も抜群なので、擦り傷や落下の衝撃からも守ってくれそうな印象です。最後にスマートキーにストラップをつけたいと思います。ちなみに、色は車に合わせてブルーを選びました。どのようなものにするかは少し悩んだのですが、せっかくスマートキーをきれいにしたので、スマートフォン向けに販売されている金属不使用で端末を傷つけないというものにしました。最初は金属のリングにつけてみたのですが、触れるたびに音が鳴る点をいまいちに感じたので、キーの穴に直接取り付けることにしました。金属のリングはかなりしっかりとしたもので、外そうとするとプラスチックに傷がつきそうだったので、あえてそのままにしています。ここで一つ問題が発覚しました。シリコンカバーをつけている状態では、鍵を戻すことが難しくなってしまうようです。何かでカバーを広げてやれば大丈夫なのですが、最初は少し戸惑いました。スマートキーのリフレッシュが完了しました。シリコンケースは適度な厚みでスマートキーを傷から守ってくれそうですし、グリップが良くなったので、落とす心配も減ったように感じます。ストラップの長さはあえて短めをチョイスしたのですが、スマートキーにはちょうどいい感じです。自己満足ではありますが、車と同じブルーのカラーも気に入りました。穴の位置とトヨタマークが若干ずれていますが、まあ許せる範囲かなと感じます。スマートキーが少し大きくなりましたが、適度な存在感という印象で、これはこれで悪くないですね。今回はプリウスのスマートキーをリフレッシュさせてみました。やはり運転のたびに手に取る車のキーが綺麗だと気分がいいですね。それでは今回の動画は以上となります。今後もいろいろな動画を出していきたいと思っていますので、高評価やチャンネル登録で応援してもらえるととても嬉しいです。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。